guys, it's Cat the Cat, and today we're going to go onto the streets of Tokyo and ask the youth what they're very unhappy about in Japanese society. Usually Japanese people don't really like to talk negative about their society, but we got some interesting answers. If you're curious about more of our videos, don't forget to hit the subscribe button straight away, and let's start the video. 最近の日本の不満は何かありますか？モノトーンコーデが流行ってるからすごい白黒な人が多いですね。服が白もほとんどなくて黒が多いですね。黒多いですね。もったいない。もったいない。原宿系ファッションの人の肩身が狭すぎること。どういう意味ですか？私山梨の田舎からよく原宿に遊びに来るんですけど、この格好で電車乗ってくるとなんか男子高校生とかにすげえ人いるみたいな後ろ指さされてきて、なんかと思いながら原宿来てやっと着いたみたいな感じがちょっともうちょっとなみたいな。やっぱなんていうかその原宿で自由に着れるけど違うところでまだ着れないってこと？そうです派手髪もそうだしみたいな。派手髪とファッションが全然まだまだみんな。自分もどうですか？派手髪なんで。そうですね、私は大学に通ってるんですけど、そこが音楽大学なので結構いいねって言ってもらえたりするんですけど、バイトとかお仕事とかそういうところに行くとちょっと肩身狭いですね。やっぱりみんなと一緒になっちゃうんですかね。みんなと一緒じゃないとちょっとダメって感じですか？そうですね、そんな感じの空気は感じますね。じゃあ最近の日本ってことはそういうあんま受けて入れないってことですか？まだって感じ。否定はされてないけどあんまり一般的なものではないファッションなので、珍しいものみたいな扱いがまだあるみたいな感じ。みんなとちょっと違うとやっぱりなんか人が引くとかそういう感じですか？そうですね、軽く引かれますね原宿でもロリータさん減ってきてますし、いやあんま変わんないんじゃないかなって思いますね。逆方向に行ってるってことですか？逆にもっとオープンよりもっと狭くなってるって感じですか？そうですね、そんな感じします。絶対原宿からロリータさん減ってる気がします。自分もそう思いますか？そうですね、もっと昔ギャルファッションが流行ってたとかそういう時代の方がもっと全身カラフルな人がたくさんいたイメージがあるので、そうですね、減ってる気はします。じゃあ将来的にどうになってほしいですか？髪の毛とか見た目が派手でもいろいろなところでバイトができるようにしてほしいですね。確かに接客業もそうだし、コンビニのバイトとかも黒髪じゃないとダメなので、コンビニもそうなんですよ。だからどこでもこう普通の人と同じように働けるようになったらなと思います。バイトしてもちょっとやっぱり自分の好きなスタイルか髪型から卒業しなくちゃいけないってことですか？そういう場合が多いですね。ちょっとさっきと話題されちゃうんですけど、大学の学費を私立も国公立も今の半分でお願いしますなんでですか？もっと気軽に進学できるようになるべきです。私大学生なんですけど、将来的になりたいものが大学に行かないとなれない場合でもお金がなかったりして進学できないと、結局そのお金がなかったから進学できないみたいな感じになっちゃうと、平等さに欠けると言いますか、全然自分で学費稼いで大学行ってる人もいますし、ものすごい優秀になれば学費免除とかもありますけど、本当に一部の例なので、もっと気軽に進学できる世の中をお願いします今大学に行って毎年どれぐらいかかってるんですか？今ちょっと例えば自分の大学は。私の学費は50万ですね。1年間で50万です。結構の値段ですね。そうですね、私立はこれの倍ぐらいかかると思うので、もっと私立でしかできないこととかを探している人はもっと進学しにくいんじゃないかなって思いますね。じゃあまずは学費が大学のお金があって、その上に自分の生活のお金もあって、その上に家賃もあって、結構大変じゃないですか？そうですね、全然親に甘えてる方なんですけれども、しかもこういうファッション好きだとまた服にもお金かかるわけでちょっと
なって感じですね。なかなか結構きついかなって感じですね。自分で生活して大学学費もあって親がいないと結構難しいですかね。そうですね、たまに自分で稼いでる子もいるんですけど、その子はもう寝て起きてバイトか学校かみたいな生活で自分の時間がないように感じますね。自分の学費はどれぐらいですか？そう、私の行ってるところは私立なので全然もっと高いですね。ちょっと聞いてもいいですか？アバウトでいいんですよ、その大体の感じで。そうですね、いや倍ぐらいですね。だから10万100万ぐらいですかね。結構きついですね。きついですね。奨学金を今日本から借りて学費を払ったり生活したりしてるので、将来的にまたそのお金を返さなきゃいけなくって、だから卒業して何十年もかけてまた少しずつお金を返していかなきゃいけないんですよね。頑張ってください。ありますちょっとやっぱ高すぎと思いますかね。そうですね、もっと気軽に勉強できたらなとは思います。逆に学校に行けない友達もそれだったらいるんですか？大学行けない、高いから行けない友達とかいたりしますか？いましたね。高校の時に勉強したいけどできないって子がまだいるので。やっぱり高すぎて行けないって感じですか？そうですね。もうこれで全ての質問でした。ありがとうございました。So the girls we asked, they were very unhappy about obviously the perception of their fashion and the way they try to express themselves, but also school fees. School fees in Japan are incredibly high. If you have the chance to come to Japan as an exchange, you'll probably just pay the rate of your exchange school, which means for 1 year you come to Japan and you don't have to pay the high fees. The door just closed. But generally, if you come here to Japan and you study as a full, with the same standards as the Japanese students, it is very, very expensive. In Germany, we still have the look that most university fees are very low or for free, but I know that also in the UK it's very expensive, and in Japan, unfortunately, also very, very expensive, especially the private schools. So that's one thing that's pretty much of a problem, and that's also the reason why I did not go to university in Japan, but in the UK at the time, because it was still a bit lower. So how about you? How are the university fees in your country? Really, really curious. So please let me know. Write us a comment now so I can find out. Also, if you guys are interested, look at each other's comments. Don't forget to comment on each other's comments. I love it to see when people build a community. We're the Ash Japanese community. Woohoo! Woohoo! Yes, I wish you a lovely day. And don't forget, please subscribe if you're new. And leave a like on the way out. See you soon.